お忙しいところご参加いただきありがとうございます。とりあえず自己紹介からですね。僕の方は多分 X、Twitter の方で、知ってらっしゃる方も何名かいるとは思うんですけど、簡単に自己紹介。ちょっとここら辺なんか書いとくべきで書いてなかったんですけど、主に活動しているのは、ここならおよび、それ以外で、Excel VBA を専門に扱っているプログラマーです。Excel VBA じゃなくて他 JavaScript、画数とかですね、Google スプレッドシートとか、時には Python とか、それ以外の言語とかも扱ったりするんですけど、一番専門は Excel VBA です。で、ここならを始めたのはとか言ってもあれですけど、独立したのが2年半前で、30前半ぐらいですね、今。今のところここならが3分の2ぐらい。あと3分の1は直依頼で、今、生計を立ててフリーランスです。固定ポストを見てもらったら本も出してますので、ここ VBA に関しての、技術的な本出しております。ここら辺の細かいところの本の紹介等は、ちょっと話の中で出てくるかと知れないので、ここでは詳しく話しません。ある程度実力はあるような感じの人と思っていただければと思います。で、今日のテーマ、タイトルじゃないですけど、テーマ、デバッグってことですね。主に僕がやってる事業っていうか、会社でないんですけどね、まだ法人じゃないんで事業と言いますけど、Excel VBA の開発委託。依頼者さんから、こういう業務改善を行いたいから、こういうふうなツールを作ってくれとか、こういう作業を自動化してくれとかですね。っていうふうな依頼をもとに、それを叶う。それを解決するようなマクロ付きブックを提供するとか、マクロなしでもできるものだったらマクロなしで提供するとか、っていうのをいろいろやっております。その上で、一番よくあるのが、VBA のコード、開発ですね。ちょっと先に結論言うと、一番多い作業、大半を占める作業ではデバッグ作業ってなります。で、まずそのタイトルにはデバッグっていうのは、どういうものかっていうのをちょっと軽く説明します。デバッグって一通りいろんな定義があるとは思うんですけど、今回説明するのは、まず何かコードを書きました。で、エラーが見つかりました。何か実行したらエラーが起きました。ということで、そのエラー等の不具合を、見つけて修正するような作業。これを一つ今回の内容としてデバッグっていう、ここまで OK ですかね。で、このデバッグっていう作業が、さっきもちょろっと言ったんですけど、もう作業のほとんどを占めます。で、先に結論すると、もうデバッグを制するものは VB を制する。一番言うのは、本当物を探す処理ですね。人生の大半は何か物を探すっていうふうに誰か言ってたと思うんですけど、とにかくエラーを見つけて、その原因を特定して修正するっていう作業。これをいかに早くできるかっていうのが、もう開発において非常に時間を食う、かつ効率化できる部分っていうふうに考えてますので、一番最初に話すべきだろうって思ってるのは、こういうふうなところを置いておきます。で、このデバッグ、名前とデバッキングとかなんかいろいろ言うんですけど、デバッグ作業ですね。っていうのは、なかなかノウハウとして公開されてない。最後いろいろ出すんですけど、よくやるテクニックというのは、網羅した、これをちょっとデモンストレーションしようと思うんですが、こうしたら原因を早く特定できるとか、早く修正できるっていうのは、なかなかこれノウハウとして出てない。出てない理由もいろいろあるとは思うんですけど、もう僕のように、僕の経験上ですね、もう最前線でコーディングして開発して物を提供してるっていう人間しかやっぱりわかんない。現場でやってる人間。そういう経験に基づいたものっていうのは多いってところなんで、なかなか、え出てこない。ちょっとそういう流れもあるんですけど、教える人がやっぱ少ないっていうだけなんですね。実践的な内容であるからしてて。その内容を今回せっかくなので、僕の知見として話そうと思います。よし。で、ここにちょっと流れで、ちょっと僕の中のマインドマップ的な、ちょっと先にメモで書いてあるんですけど、作業内容の内訳、開発作業においてですね、僕の普段の作業
開発委託における作業において、順番で言うと、まずは要件定義です。これら詳しく言うと、お客さんから依頼が来ました。依頼が来て、その内容を精査します。要はいわゆるヒアリングとか、打ち合わせとかいろいろやりますけど、それで、何が問題な、何が課題なのか、何が困っているのかって聞き出して、それに応じた提案等を行って、こういうものを作りますよというふうにして、あとはまだ見積もり等を出してっていう、で、承諾して購入いただいて開発開始までの作業を、一通り要件定義とします。その作業の次に、実際に開発作業である、コーディングを行いますね。で、その後、コーディングして、一時納品とまず動作確認をしていただくものを提供します。提供した後に、いろいろ修正とか、修正及びエラーが発生したら修正、仕様変更とか機能追加があったらまた追加する。これらの作業も一通りデバッグというふうに今回呼ぼうと思います。いわば、一回作ったものをまた変更する、また修正等を行うって時の作業を一通りデバッグというふうに今回定義づけていようと思います。で、順番として要件定義からコーディング、次にデバッグっていうふうな流れになっていく中で、前半の作業が全部こっちのデバッグ作業に影響してきます。要件定義が甘いとデバッグも大変になる。コーディングもなんか甘いと適当にやっちゃうとデバッグもまた大変になるということで、どんどんしわ寄せしちゃうんですね。そこら辺ちょっと書いてるのが、要件定義とか事前の仕様が甘いとデバッグに時間がかかる。適当に作ったら壊れやすいとかもあるんですけど、エラーが見つけづらいとかですね。で、コーディングが甘いとまたデバッグの時間がかかる。っていうふうになってきます。要は、事前準備とかあれですけど、急がば回れっていう話もありますけど、しっかり前準備とかしてないと、後々が大変になるってことですね。で、これらを通して、作業全体通して、デバッグに時間を要しないような工夫が必要っていうのが、この前半の結論となります。最終的にこうデバッグを制するものは Ruby を制するっていうふうになっています。デバッグをいかに短くできるっていうのが開発者の腕の見せ所っていう、ところかなと思います。ですね、次にちょっと話したいのが、まだちょっとデモンストレーションまで先にちょっと時間かかっちゃうので申し訳ないですけど、ちょっとここら辺楽しみにしてる人が多いかなと思いつつなんですけど、もうちょっと頑張らせてくださいね。デバッグ。ここで話したエラーの修正とかの話にはなってくるんですけど、エラーの修正とかを行うっていう前に、エラーの種類というのは、大きく見ると3つに分かれます。普通常考えるのはこの2つなんですけど、今回説明するのは3つのエラーです。で、1つが構文エラー。いわばコンパイルエラーってやつですね。2つ目が実行時エラーでランタイムエラー。で、最後が論理エラーっていう名前です。こういうふうな名前で言うのは知らなかったんですけど、それではちょっと説明すると、構文エラー。実行する前からちょっと構文がなんかおかしい。記述がそもそもおかしいとかですね。例えば、if 文の if なんとか全とかですね。で、全が抜けてたりとか。で、end if が抜けてるとか、この単純なミスとかですね。あと、ここで言ったら、変数宣言してないのになんか使用してるとか。うん。これはまだ色つかないですけど、if 文とか、do ループとか、そこら辺の、なんていうかな、名前。ステートメントか。ステートメントの記述ミスとか。これやったらもうすぐ色がついて、すぐわかるやつ。ちょっと先にここでデモンストレーションの一部あるんですけど、VBA プロジェクトのコンパイルっていう、初心者の方とか VBA 始めたばっかりの方がほとんど使うことはまだまだないかなっていう、やり方なんですけど、デバッグタグから VBA プロジェクトのコンパイルって押したら、エラーが発生している箇所をすぐ見つけてくれます。これが一つ構文エラーってやつです。で、二つ目が次、実行時エラーってやつです。これは単純に実行してみたら
エラーで止まっちゃうってやつですね。まあこれも、あれですね、出せば出せばいっぱいあるんです。こっちの場合いっぱいあるんですけど、一つはまあよくわかりやすい例として説明してわかりやすい例一ついろいろ出してみました。まあ0割とか、まあ参照先のセルとかシートが存在しませんよとかですね。で、読み込もうとしたファイルがそもそも存在しないとかでもあるし、まああとはオーバーフローとか名前一つ言ったらこんな感じ。まあ他にもいろいろあります。で、これはまあ途中で止まってオーバーフローですよとか0割ですよとか、まあこの変数の方の変数にはこれは格納できませんよとかっていうのは、まあ実行途中のエラーからもう確認ができる。エラーメッセージが出ますね。こういうのは。で、エラーメッセージ見て、まあ経験ある人やったらもうこのエラーのメッセージで、もうまたこういうの発生してるなっていうふうな原因がもうすぐ分かっちゃいます。まあ、始めたばかりとか、初心者の方はエラーメッセージで、ギャーって言うかもしれないですけど、まあ、ここら辺は本当経験がものを言う。このエラー見たら、これはもうこういうことだなっていうふうな経験済み。まあ、ここら辺は、もうエラーの数だけ強くなれるですね。まあ、ちょっとどっかの歌詞が聞こえてきそうなやつですけど、もう経験がものを言います。まあ、これ先ほどの構文エラーと比べて、まあ、実行時エラー、まあ、経験豊富なほどエラーの対応はしやすくなるってところですね。で、まあ、構文エラーよりは、ちょっと対応が難しいけど、経験に基づけば、どんどんできるようになる。エラーの修正がしやすくなる。できるようになるっていうところですね。で、最後です。これ、論理エラーっていうやつです。もうこういう名前で言うのちょっと初めて知ったところもあるんですけど、これは実行結果が意図した結果と違う。まあ、これだけ見るとどういうことってなっちゃうかもしれないですけど、例えばですね、まあ、ちゃんとコードはピャーって動かして流れで止まります。なんですけど、計算結果が違うとか、まあ、出力先のセルが違うとか、まあ、処理がなかなか終わらないもありますね。で、そもそも結果が出力されないとか、まあ、結果が意図と違うっていう、こういう場合を論理エラーと呼ぶそうです。で、これ、まあ、出てきた結果が違うっていうのに、人間が気づかなきゃいけないってやつですね。まあ、想定した意図した結果が出るようにコードを組んだんだけど、動かしてみたらなんか違う結果になりましたよという。まあ、言われてみれば本当によくあることだと思うんですけど、これはもう結果人間が気づかなきゃいけない。で、僕の場合もよくあるんですけど、まあ、納品して動作してもらったら、やっぱ結果違うよっていうふうな報告で気づいたりともあります。なんで、まあ、どっかで気づくってもうすぐには気づけないと言います。さっきの実行時エラーだと、エラーが出てきて、なんじゃこらですぐ気づくんですけど、論理エラーっていうのは、後で気づくこともあるし、まあ、出てきてすぐ気づけないかもしれないっていう、まあ、そもそもややこしい。っていうふうな、まあ、3つの分類になってきます。まあ、この3つの分類をまずちょっと知っていただいた上で、まあ、デバッグの難易度、構文エラーの次に実行時エラーの方が難しい。その次に論理エラーっていうのが難しいっていうのをちょっと頭に置いてみてください。まあ今回ちょっとこういう言葉あまり僕の方では頭の中置いてなかったんですが、こういうふうにまとめてみました。まあ本当ここら辺の論理エラーってとこですね。一番対応が難しいというか、まあよくあるやつで。もう実行時エラーなんてもうね優しいもんで。本当はもうめんどくさいのが論理エラー。結果が意図してない。そのために中身はまた全部見直せなきゃいけないとか。ってところですね。あとは、まあ、ちょっとブレイクして、まあ、今回これ使ってるやつ出るかな。使い方表示。まあ、たまに僕の方で Twitter で宣伝してる公開ツールのマニュアルメーカー by E。略して MME ってやつですね。の最新版をちょっと今使ってやってます。まあ、これ、一個一個のところに目次が設定してあって、
移動できる。で、これ今全部ショートカットキーでやってるんですけど、この部分を画像で出力とかができる。こんな感じですね。最後資料としてこんな感じで置こうかなと思います。これを一個一個。機能はこれだけじゃないんですけど、今画像として出力して、こんな感じで。これ、いろいろマニュアルを作った後の話ですけど、これをそのままお客さんに提供するとかっていうのをやってます。画像で説明の図を作って提供する。これに非常に特化したツールとして、こうマニュアルメーカーというのがあります。で、最後というか、第3章、ちょっとだんだん早いですけど、ちょっと進めていきましょう。どうやったら早く原因を特定できるかってとこですね。エラーが発生したとき、それぞれのエラーにもよるんですけど、ね、どっかでゼロ割が発生したとか、どっかで変数がおかしいで、エラーメッセージが起きたときにどう探ってきたらいいのか。で、論理エラーの場合はとかっていろいろあるんですが、そのためのテクニックを教えます。で、今回ちょっと選定ができなくて、実際の開発したものを事例にやろうと思ったんですけど、それやるとちょっといろいろ内容が複雑になりそうだったんで、今回もここら辺のテクニックをちょっとやろうと思います。原因をいかに早く特定できるかっていうのは、2つの方法に分かれます。まずは、1つ目がエラーを特定しやすいコードにする。というのが1つですね。これがもう事前準備みたいな感じで、最初の話した中で言うと、このコーディングの部分とか要件定義の部分に当たる部分なんですけど、エラーを特定しやすいコードにするっていうのが1つです。これは、ちょっとここら辺はボリュームが半端なくなるので、内容はちょっと拡大するんですけど、例えばどんなコードか。で、これも一個一個いっぱい要素あると思うんですけど、まとめると、処理過程がわかりやすい。単純ですね。どっかでエラーが起きたら、そのエラーがどの処理の段階で起きているのかっていうのをパッと見でわかる。その道筋のどの地点にあるのか。で、その道がぐちゃぐちゃになってる回りくどい道順だったら、もうどこでエラーが起きてるかわかんないですけど、もう流れがもう一貫性があるとかですね。一貫性って言ったらあれですけど、特にとにかく一言で言うと、高い可読性。読みやすいエラー、読みやすいコードだほどエラーは見つけやすい。で、あとはちょっと一つのノウハウなんですけど、オンエラー GoTo は基本的に使わない。よっぽどのエラーがもう一通りしか発生しないぐらいしか使わないですけど、こうやってどの行でエラーが起きたかっていうのは基本的に分かりにくいです。結構これを対応しているコードっていうのは見受けられるんですけど、これエラーが発生した時に GoTo でその位置に飛んじゃうんで、飛ぶ前のどこでエラーが起きたかって分かんないんですよね。なんで、こういうのはあんまり推奨しない。後でエラーメッセージは出せるんですけど、どんなエラーが起きたかっていうの。これちょっと実際に使ったことがある人じゃないと分かりにくいなと思うんですけど、どこでエラーで止まったかっていうのがちょっと特定しづらいので、あんまり使わない。エラーで止まるときはもうそこで止める。っていうふうにした方がいいです。で、これは一つの話でちょっと深く話したんですけど、大事なのは上の可読性。とにかく読みやすいコードにする。読みやすくしつつ、くどくもなくっていうのは、ここら辺は本当、経験がものを言うところにはなってくるんですが、細かく言うと、ちょっといろいろ箇条書きすると、一貫した命名規則。とにかくコードを一貫性を持たせてください。変数名とか関数とかモジュール名。で、良い例、うまくなればなるほど、その変数名を考えるとか、関数名をどうしたいとか、モジュール名をどうしたいかっていうのを迷うことはまずなくなります。それが僕の例だと思うんですけど、毎回その変数名を考えたりとか全然しないです。もう全部ルールに基づいて、慣例的に使っている命名規則で常に一貫して通す。まあ、ほぼ仕事でずっと VBA 書いてる人間だからそうなるかもしれないけど、ここら辺のルールに基づいて
考えずに書いてるような一貫した命名規則。で、その変数名とかも関数名見たら、これはどういう意味でどういう使われ方とかするのかっていうのもすぐわかるもの。っていうふうな名前にしておけば、後でその変数名がどういうふうな手順で動くっていうのを全部見る必要はなくなる。大事なのは命名規則ですね。で、もう一つ。入力処理出力のルール。これ、僕の書籍で説明している部分が多いんですけど、もうこの3つのルールを守ってくださいってとこですね。よくあるってですけど、よく教えられる VBA のコードっていうのが、このルールに全然マッチしてない。僕の場合3コマ漫画って言うんですけど、まず、情報が入ってくる部分をひとまとめにしておく。で、それを加工するとか処理する部分をまとめて、最後に出力する部分を、この3つを1つのプロシージャーの中でまとめておく。っていうのが結構大事です。で、エラーが起きたら、出力部分でエラーが起きてる。処理の部分でエラーが起きてるっていうのはすぐわかるんですね。ストーリーのどのあたりかっていう、よくある、なんていうかな。毎回同じストーリーっていうふうに分かってたら、どこでエラーが起きたかって言って、そのストーリーのどこかってすぐ特定がしやすい。よくある時代劇とか水戸黄門とか、毎回同じハッピーエンドですけど、そういうものです。一貫したルールに一貫したストーリー、同じストーリーで記述しておいた方が、後で見やすい、分かりやすいってところですね。で、あとは適切に処理を分割する。1プロシージャーが長すぎないですね。一つのプロシージャー、どうくらい長さにすべきかというのも一つあるかもしれないですけど、基本的に僕の場合は、どのくらいかな。50行か100行以下。一つの画面上で見える範囲にしておくっていうのが僕のルールです。ルールっていうのも、ここら辺の可読性を考慮したら必然的に短くまとめるようにする。あんまり長すぎると全部を目で追うのが大変になる。ストーリーも、1時間のドラマか2時間のドラマ、どっちの方が見るのが大変かところですね。長い時間かけて見るものだと、その前半の記憶がどんどん薄れて、次をまた見るっていうの大変になってくるので、この辺は適切に処理を分割して、プロシージャーを長くしすぎない。あとは、可読性の観点で言うと、ネストは最小限。こんな感じで、インデントがどんどん増えていくことを、1個インデント増やすことをネストを増やすっていう。こういう感じにどんどんこういうふうにループが増えてくる。これループじゃなくて if 文なんですけど、条件分岐がどんどん増えていくと、どんどん見づらくなる。これは多分経験してると思う。見づらくなるし、コーディングもしづらくなる。ここら辺の内容で頭でどんどん記憶して、この処理が今ここだからっていうのを記憶しつつコーディングするんですけど、それも負担が大きくなる。なんで、こういうふうなネストもできるだけ最小限。で、ネストとかする前できるだけどうやったら減らせるかっていうところも、ここら辺の処理を一つ分岐させて、別のところに記述するっていうのがよくある例ですね。これも工夫次第で。ここら辺もちょっと余談もしつつかな。はい。ちょっと解説外れましたけど、これも読みやすさを考えた上でネストは最小限。あとは、必要な範囲でコメントってところですね。ここ、コメントを書く上で大事なところは、理由を書く。ちょっとここには書いてないですけど、そのコードを後で読んだとき、未来の自分とか他人が読んだときに、どういう疑問を持つかっていうのをしっかり想像しましょう。これを後で読んでみたら、ここはこういうふうなことを書いてるというふうにすぐわかるっていうか、自分が今コード書いてるときは、記憶があるから大丈夫だ。記憶があるからコードは読めるけど、後で見たときに必ずその記憶の中で忘れてるだろうっていう内容。そこで大事になってくるのは、この処理を行ったときに、コードを見たときに見ただけではわからないだろうなっていうのをしっかり想像する。
想像してわからないだろうなっていうふうな内容をコメントで書いておくってところですね。まあ、ここら辺ですね。くどくなりすぎない程度に。コメントもね、多くしすぎるとちょっとくどくなっちゃう。まあ、ここら辺はちょっとさじ加減っていうのが出てくるんですけど、まあ、例えば同じような処理の説明が複数、なんかどっかあっちゃこっちゃに記述してあったら、どれがどれかっていう。まあ、全部同じ内容ですけど、同じことを何度も書いてあったら、まあ、ちょっとくどいですよね。まあ、最初はちょっとくどい程度までいっぱい書く方が、本当は教える方ではいいんですけど、まあ、より上級者向けで言うと、あまりくどくしすぎない方がいいですよってなります。まあ、最初の方、初心者向けで話すと、まあ、できるだけコメント書いといた方が。で、あとはどんどんコーディングして洗練されたら、まあ、最小限に記述するようにだんだんなってきます。まあ、そういうぐらいの説明ですね。まあ、ちょっと口頭だけの説明ですけど、どんなコードがいいかっていうところの説明でした。ですね。ちょっと時間は余るので、ここら辺の1プロシージャー長すぎないってところで、まあちょっと今日参考になりそうなの一つ置いとったんで、まあ具体的にこういう感じのコードをちょっと今日出したんですけど、エクスポストの方で。これが2番目で、これちょっと階層化フォームって言って、僕の出版物の、えー特典にあるやつで出してる一つのプロシージャーの階層構造を可視化するってやつなんですけど、この一番上の、まあ、日別売上見込みと反映っていう、まあ、実際に開発ツールで、これ守秘義務なんで、実際のツールは今回出せないんですけど、それの一番頭はこんな感じになってます。で、ちょっと口頭だけで説明すると、これ何やってる処理かっていうと、まあ、テナントの売上情報っていうのが、一日一日単位で別のブックで存在するんですね。で、これを、集計用の Excel。まあ、それが1ヶ月分とかですね。1ヶ月分あるんですけど、その1ヶ月分のその特定の一列、日付の一列に出力するっていうふうな処理です。その1日分の別ブックの Excel。これを選択して、中身を読み取って、で、その選択した読み取ったブックの日付から集計用の表のどの列に出力するかっていうのを判定して、その列に出力するっていうふうな処理をやってます。まあ、その中で一個一個ちょっと簡単に説明すると、まずはブックを選択することですね。まあ、選択したブックを、ブックオブジェクト、ワークブックオブジェクトで参照してます。で、ここでさ、ブックが選択されなかったとか、だったらナッシングで、エグジットサブ。で、ブックから情報を取得します。今、参照したブックの中の情報を取ってくる。で、ですね、ブック内のテナントのシート。まあ、このブック内が複数シートがあって、取得すべきシートっていうのが、まあ大体1番目なんですけど、1番目とは限らないんでとかいろいろ、考慮した処理で、その対象のシートを取ってきて、で、もしなかったらまたエラーハンドリングで、なりませんでしたよって警告を出して終了。で、ここまででまだブックの選択はまだ読み込みまだ終了してません。で、次に、ブックの中で純売上っていうのを予約取ってきます。で、またこれも存在しなかったらエラーで終了とかですね。で、そのブック、日別の売上のブックの勘定日付っていつもここで取ってきます。で、ここまでがようやくブックからの情報の入力部分です。まあ、さっきの説明でいうところの、どれかな。ここか。処理、出力の入力の部分にあたる部分が、まあ、さっきの4つの処理の部分ですね。で、ここにおいて、一個一個の処理は全部これ、ゲットナンバーって、なんとかアンダーバー2つなんですけど、っていうふうなプロシージャーで全部分かれてる。ここの記述を、この日別売上選択ってところですね。まあ多分この範囲です。この範囲を別のプロシージャーで記述せずに、ここに全部記述しようとしたら、すんごい長い処理になる。とすると、非常に読みづらくなる。長い処理ずっと見なきゃいけない。なんでここで一つまとめるというのは一つテクニックです。
で、次に、勘定日付から出力対象のシート取得ということで、読み込み先、読み込み先イコール、まあ、これを実行するブックっていうのが、まあ、月別にいっぱい分かれてるんですね。今回開発したのは10月、次の11月のシートがあって、12月のシートっていうのはどんどんいっぱいあります。その中で、勘定日付、日付に基づいてどのシートを出力先にするかっていうのをここでまた判別します。で、今度、勘定日付から出力対象の列、そのシートの中の列を次に、出力先の列を取得します。で、次に、照合と月別売上に出力ということで、次に、まあ、ここでまだ話してない内容として、まあ、テナントが複数分かれて、その順番とか全然バラバラなんで、その対象とする日付の列は決まったんですけど、そのどの行に出力するかっていうのが、テナントコードで照合してどの列に出力するかっていうのをやります。その時に照合がうまくいかなかったところを失敗のログとして取得する。で、最後そのログを失敗ログがあったら出力してメッセージ。なかったらそのまま終了処理と行っているような流れですね。っていうふうな、まあちょっとごっちゃごちゃいろいろこういう処理やってますよって話したんですけど、これだけの一連のいろんな処理をまあ一つのこのプロシージャー多分40行ぐらいあるんですけど、に全部まとめてます。まあこれだけの処理をまとめる上でこういうふうな分割処理と、処理を分割して別のプロシージャーで記述して、結果を取得してっていうふうな流れを全部組んでる。っていうのは一つのコードの一例として、読み取っていただければと思います。まあツイートはまた僕のポストは後で見ていただければ振り返りますので、今の内容をちょっと説明しつつまた読み込んでいただければと思います。よし。ちょっと少し詳しく話したんですけど、えエラーを特定しやすいコードとして、こういうのがあります。で、最後ようやくですね、すみません、時間かかってしまって。よくあるテクニックとして、これらちょっとデモンストレーションやっていこうと思います。まず VBA プロジェクトのコンパイルってやつなんですけど、何がいいかな。実際にあるコードをちょっと使いつつ、デバッグで、どこもエラーが起きない場合はこれうまく通ります。例えば、ちょっとどれがいいかな。ワークシートで、これでシェイプって使ってるんですけど、ちょっともうちょっと大きくしようかな。例えばちょっとコメントアウトしますね。シェイプ。これ変数使ってる。で、この状態でやると、変数が定義されていませんというふうになってきます。これ定義してたら、さっきのコンパイルでうまく動く。で、これでオフにすると、ここで止まるようになる。で、どっかでこういった離れた状態、どっかのモジュール見ますね。やると、止まってるところにすぐ戻ってきて、ここおかしいというかすぐ気づいてくれる。これが VBA コンパイルの使い方です。で、例えば、変数名変更しましたってやった場合でも、これで止まる。じゃあこれ止まってるのはまた変更しとかなあかんなっていう。こっちも変更せなあかんなっていうね。もう一回やろうかな。ここも変更せなあかんという。こういうふうにすぐ気づけるんですね。これで、これで OK だったらもうできないですけど、一回しかできないですけど、ね全部通った処理になった。ってことで、これ、同じように動くようになります。で、一個の内容を変更した後に、次にどこを変更したらいいかっていうのをすぐ気づける。これが VBA コンパイルの使い方です。後で処理の変更とかやった場合とかにすぐ戻れる。ですね。これ。この基本中の基本ですけど、オプションエクスプリシット。これを書いてる前提の処理で、これを書かずに書くっていうのは絶対やめた方がいいです。これがないとこういうふうなエラーの見つけ方で変更箇所の見つけ方っていうのはすぐできない。ってところで、これは必ず記述するってところですね。で、多分ね、これ記述なしの状態でちょっとやってみましょうか。で、やってみると、
Ruby コンパイル。これ、エラーで止まらないです。こういうところですね。で、これやって、これを記述オンにした状態でデバッグやると、はい、止まるようになります。まあ、ここもちょっとしっかり覚えていただければと思いますね。で、次に、これもうちょっといろいろあると思うんですけど、もう一回おさらいすると、まあ、一つコードを変更したって後に、次にどこを変更したらいいかっていうのをすぐ気づけるってところですね。こういう時に、これを使いましょう。で、次、3種類のステップ実行ですね。デバッグの中で、ステップイン、ステップオーバーとステップアウトっていうのは3つあります。これを今回はこれ3種類と呼んでます。ちょっと1つ処理。これマニュアルメーカーの1つの処理なんですけど、フルパス取得って言って、まあちょっと左下に、これ、スターテスバー、ステータスバーに出てくるんですけど、これのブックのフルパスを取得します。まあこれあまり使う場面ないんですけど、取得してクリップボードに格納するっていう風な処理です。で、これちょっと4行分なんですけど、これをまず、ステップイン実行かな。ステップイン実行をやっていきます。で、これ、ここからタグで、ここでマウスで行くんじゃなくて、基本的にショートカットキーをまず覚えてください。F8。F8 を押したら1個ずつ進みます。で、ここ、ですね、まずパスを取得してってなんですけど、まあこれちょっとワンドライブ使ってない方だったら馴染みがないと思うんですけど、ワンドライブ起動中だと、こういうふうにですね、URL、HTTPS なんとか URL になっちゃうんですね。で、このままだとこれ処理ができないんで、パスを、認識できるパスに変換するというふうな処理をここに挟んでます。まあ、これをどんどん進んでいる。これ F8 で1個ずつ進むような処理を行っています。これがステップイン実行ってやつで、まあ、1個ずつ進む。まあ、これはよくやるやつですね。F8、1個覚えてください。で、これずーっと押さなきゃいけないですよね。これ大変なんですよ。で、これを次に思いたいのは、この処理、今実行中のプロシージャー、これをもう1個終了させたいと思ったときに、次に出てくるのが、ステップアウト実行です。で、これが、コントロールシフト F8。まあ、ここ見たら、ショートカットキーのどういう実行かっていうのは、ここで毎回確認できるんで、ステップアウトをちょっと行いますね。コントロールシフト F8。これやると、この部分の処理がもう終了して、まあ、ちなみに中身のパスを見ると、こういうふうに変換されています。まあ、これが本来のパスってことで、これが処理できるパスってことで取得できています。これが一つステップアウト。で、ちょっともう一回リピートしますね。F8 で一個ずつ進んで、で、パス取得して、で、中身をずっとこれ、まあ、ずっと押した状態でも進むんですけど、これも時間かかるので、コントロールシフト F8 でもう一個飛ばす。ですね。これがステップアウトで、まあ今実行中のプロシージャーをもう終了させるというような処理です。で、次に出るのが、今これ見てるんですが、ステップオーバーです。で、ステップオーバー、まあ僕はあんまり使うことないんですけど、シフト F8 ってやると、これ中身に入らずに、ここの1行分も飛ばして実行するってやつです。これがステップオーバー。まあここもう一つ飛ばしたいなっていうんだったらステップオーバーでやってください。本当だと、まあ僕の書籍でも言ってるんですけど、ステップインとステップアウトだけ分かっとったら、基本的にいろんな処理ができるようになります。まあステップオーバーも覚えておくともっと楽ってだけなんで、ステップインだけ覚えておいても、ここでピャって飛ぶだけで同じような処理でもう飛ばせれる3つのステップ実行っていうのを覚えてください。まあそれを知らない僕のちょっと過去の経験談話すと、まあこれ実行して、で、いちいちここで、まあ F キーを押したら、これブレイクポイントを設定して、ここまで動く。F5 で実行させて、ここで止めててやってたんで、それ、ステップ、何ですか、ステップアウト実行を知らない間はこういうふうにやってました。で、次に、ブレイクポイントの設定。まあ、これは、
よくやる。一つは、まあ、マウスでここの左側のとこをクリックで、まあ、F5 で実行したらですね。F5 もあるか、これ。実行したらここで止まってくれるってやつですね。これがブレイクポイント。で、ブレイクポイントは F9 で設定できる。で、ブレイクポイントはこれか。設定解除。まあ、すべてのブレイクポイントの解除ってこれ、もう使うことないです。まずブレイクポイントもこれを覚えておいてください。まあ、マウスで設定してもいいし、F9 で設定してもいい。ここまでの実行で止めるってやつですね。まあ、もしくは、ストップで止めるっていうのもありますね。まあ、強制的に止めておく。ストップで止めるか、ブレイクポイントで止めるかの違いも、開発の経験上で話すと、このブレイクポイントって一回これマクロを閉じたら、あれ、全部初期化されて、次に開いた時にはこれブレイクポイントなくなってます。で、ストップはなくならない処理。なので、まあ、ここまでの処理まで記述したってことで止めておくっていうところですね。とか、まあ、いろいろ、これもあるかな。どういう経験で話したい。なんで、まあ、ここまでのコードを書いておいたけど、こうやってまた明日やろうかなってなった時用の、ここで止めとくっていうのはですね。どこまで記述したかなって、どこまで修正したかなっていうのをちょっと、次の日には忘れてる可能性があるんで、まあそこはちょっとストップで止めておこうかなっていう時のストップとかがよく使います。まあそれ以外にも、なんかこの値が入ったら絶対おかしいだろうってことで止めておくとか、もしくは、まあ、ブレイクポイント設定できないとか。まあそういう場合かな。まあこの辺もいろいろ経験積んだらわかるようになります。ちょっと簡単な説明で申し訳ないけど。次に呼び出し履歴っていうのがあります。で、これ例えばブレーキポイントのそこまでやって呼び出し履歴。これ、リュウリュウさんが押してるやつですね。例えば、これで一応止めときますね。で、これ実行しますね。実行して、ローカルウィンドウ。まあ、値の変数の中身が確認できるローカルウィンドウのここ、点が3つのやつ。これを押すと呼び出し履歴のが出てきます。で、この中で、今このコンバートワンドライブパス HTTP なんだかウィザード HTTP っていうのはこれの関数なんです。この手前の関数は、手前のプロシージャーはここクリックしたらここに飛びます。で、今ここの中の処理が行われてますよっていうのがすぐ見れる。で、どういうふうな流れで今処理が行われているかっていう、その手前にすぐ行くことができるというのは、こうなんですね。これが呼び出しできたやつです。まあ普段ここにこういうボタンがあることも気づいてない人がいるかもしれないんですけど、これで、この手前でを見ることができる。まあその手前の手前はどんどん見れるんですけど、その履歴を見ることができるのはこの機能です。で、例えば実際の実践で具体例で話すと、まあここのエラーでなんか値が止まりましたって時ですね。何がいいかな。ここはちょっと止まらないから。値でなんか変な変数入って止まったって時に、その変数がどのような変化を起きて、どっからどこでどういう値格納されてきたっていうふうな流れ、経歴を追うときに、これをよく使うとかですね。が呼び出し履歴です。で、ちなみにこれもショートカットキーが、えっと、コントロール L です。これは出ないかな。出ないね。これ、出ないか。表示、呼び出し履歴、コントロール L。思い出したいときは、表示のここを見てください。ここを見たら、ショートカットキーも記述してあるんで。が呼び出し履歴です。で、次かな。次、定義へ移動と元の位置へ戻る。これです。これ、知ると知らないでも、本当違いが出てくるやつなんですけど、これはちょっとここの新しいコードを書いた方がいいですね。この辺はもう単語登録で登録してあるんですけど、例えば、まあ、適当に100とかするか。ちょっと、まあ、間になんか距離があるとして、
飛ばすかな。これしましょうかね。この状態で、ちょっと処理が長いっていう形しますね。で、この I で、右クリックすると、定義ってなります。シフト F2 押すと飛んできます。で、これはこの状態で表示の、こっちの定義。こっちにはショートカットキーが出ないんですけど、これで表示の定義ってやると、シフト F2 ですね。シフト F2。やると、こっちに飛びます。で、ここからまた戻りたいときには、元の位置へ移動。コントロールシフト F2。そうすると元に戻ってきます。こっちの N も。で、また戻ってくる。こういうふうに飛ぶことができるのが、定義へ移動及び戻ってくるシフト F2 の元の位置へ戻る。ですね。これを知らないと、まあ、検索かけて探すっていうふうな手間が発生しているので、まあ、昔、まあ、最初の数年は僕はこれを知らずにずっとこれで検索かけてました。で、おそらく同じような人もいるとは思うんですけど、で、これ、変数に飛んでたんですけど、変数以外でもいけます。まあ、この状態で Shift F に押したら、その関数で飛んできてくれます。これを知らなかったら、これで検索かけて、プロジェクト内でとかやる必要があるんですけど、これを知らなかったら、シフト F2 で定義へ移動しなかったら大変なことになってます。これで一瞬で飛んでいける。で、元に戻るときはコントロールシフト F2 というところですね。定義へ移動と元の位置へ戻る。で、思い出すときは表示のここを見てください。なんかこの段階でちょっともうちょっとここ見ときたいというのあったら言っていただけど。ゆきさん、さっきの、うん、定義の飛ぶやつはい。で、ついでに、まあ、知ってる人も多いかもしれないですけど、多分その、型を知りたいから定義のところ飛びたいぐらいだったら、コントロール I でもいいよっていうのを教えてあげたらいいよ。ああ、そうです。うん。コントロール、はい。これですね。この変数の定義の部分が出てくるやつですね。型を知りたい。あ、じゃあコントロール I か。あんまり僕が普段使わないけど、ちょっといい例がすぐ思いつかなかったですけど、コントロール I って引数もなんかできますよね。うん。なんか、いろいろこの中ででここきます。に与えてる引数。あ、コントロールシフト I だ。ちょっと似たような、ここ、ショートカットキーがごっちゃになってたんで、全然違う感じなんですけど、与えてる引数をすぐ見たいときは、コントロールシフト I。引数の与える説明とかですね。マウスオーバーでも出るし、まあ、ここでこうしたときにも出る。なんか入力し始めようかなと思ったときに出るやつも同じ。まあ、入力し始めようかなっていうのは全然こと足りるんで、そんなに僕は使うことないんですけど、こっちの方が本当は早い。ただ結構うん。その、マウスオーバーで出るうん。やつは結構邪魔になるから、僕、あ、そうですか。消してる人もいるんじゃないかな。だからそういうあ、時にコントロール I とかコントロールシフト I とか、そうですね。うん、いちいち合わせると出てくると邪魔になるから、うん。確かにそういう、邪魔だなって人は消した方がいいかもしれないですね。うん。まあ、これも慣れたやり方で。たまに、ちなみに消すのはなんかオプションで消したことないんですけど、クイックヒントか。あ、そうそうそう。ここら辺ですね。うん。まあ、これもやりたい人はいろいろ試してみて。あれ、下の行が隠れるから、うたまたまん。カーソルがあるとかぶっちゃいきに、ますよね。そうそう、下の行隠れる。目は邪魔と思うと結構あるもんね。こうやったときに、こう消えちゃう。こういうところですね。中身は見れるけど、下は消えちゃう。こういうところこれですね。まあ、基本的にマウスをあまり使いたくないという人もいるし、マウスでもやりたい人もいるし、ここら辺はいろいろ合わせて設定変えたいとか、キーボード、ショートカットキー覚えるとか、っていうふうになってきます。ローカルウィンドウで変数の中身確認。まあ、これちょっと下に行くほどなんか初歩的なものがあるんですけど、
途中での今の変数にどういう値が入ってるかの確認ですね。まあこれもエラーで途中止まった時に中身確認するときに活用できる。まあこれ、本当最初初心者はまずここで見るような感じなんですけどね。で、あとは、まあこっちのローカルウィンドウじゃない、イミディエートウィンドウでクエスチョンマークつけて、すぐ値を確認するというのができます。まあこれは、みんな知ってるかなと思うんですけど。で、それも初歩的なものをちょっと説明した上で、変数の中身確認。これ2つ説明した上で、もうちょっと言っておきたいのが、例えば、ちょっとダミーっていう風な配列、10×10 ですね。N と M どっちも10なんですけど、ちょっと作ってみました。で、この配列、僕の場合配列もよく使うんですけど、この中身を見るときに、こうっていう風には表示しなきゃいけない。非常にめんどくさいです。まあ、シート上に貼り付けてって見る方法もあるんですけど、これを僕の方では、こういう風な見方でやってます。まあ、これ、デバッグプリントアレイっていう風なやつの、どうかないかな。デバッグプリントアレイ 1D、2D 分かれてるんですけど、その略語ですぐミディエートウィンドウで実行できるやつ。で、中身の配列をこういう風に見やすく表示するやつです。で、これをちなみに、こういう風にも見れます。配列、その、行の区切り位置も自動的に調整して。まあ、これ、Python とかは標準機能でついてるやつっちゃうやつなんですけど、こういうふうに見やすく表示する。僕の書籍に載せてますし、えー本を買わずとも、本の、あれ、書籍の、使かな出そうかな。サポートページからもダウンロードできます。です。まあ、ご自身で用意しても大丈夫です。用意してて大変ですけど、こういうふうな調整する機能ってね。で、これがないと基本的にデバッキング作業非常に大変です。ここから中身見て配列の今何件目がおかしいとかってなった場合に、一個一個ディミデントでここに表示するとかよりは全体を俯瞰してみるって時に非常に役に立つ。で、こういうふうなものも一個用意しておくことで開発を効率化する。で、エラーのデバッグを早くする。というのができるようになります。まあ、いい感じに、ちょっとチラチラ、最後ちょっと早足になってきますね。あと、ウォッチウィンドウ僕はあまり慣れてないってだけなんで、ここはあまり使わないです。まあ、ウォッチウィンドウもちょっと解説しておくと、ちょっとここではやらないですけど、値の変化をもう順次終える。どこで変な値に変化したかっていうのをもう常に見ている。まあ、ウォッチっていうのは意味合いなんですけど、その変化を追って、その変化が起きたらそこで止まるような処理を、というのがウォッチウィンドウです。ちょっと簡単な説明で、僕の中では全然脇役な機能なんで、ちょっとそういうふうな説明になっちゃうんですけど、こういうようなやり方もあります。まあ、これら、ちょっとチラチラってデモンストレーションやったんですけど、これらできるだけでもデバッキング作業は非常に早くなります。まあ、その前提の部分のコードをきれいにするということももっと大事なところなんですけど、まずはこれを覚えてくださいというのは今日の、まとめにはなりますね。ウォッチウィンドウはあんまり僕は使ってないだけで、本当はね、もうちょっと使いたいとし、試したいところだけど、まあ、それがいらないぐらいちょっとコードはきれいに書いてるっていうふうな、ちょっと自慢にはなるところですね。まあ、たまに本当に複雑なエラーと言われたら使うときあります。やっぱこれないとやばいっていう。変数が全然追えないときって、変数の変化が全然追えないような複雑な処理とかですね。では使ったりします。ね、まあ一旦今回の説明内容は以上です。書籍でも復習できる内容で言うと、まあ命名規則は書籍で例を載せてます。で、入力処理出力のルールも内容で説明しています。
まあ、この2つは参考ルールとして記述してますし、で、あと、この定義へ移動とかっていうのもテクニックの方法として最初の方で第2章ぐらいで説明してたりしますね。あと、ステップイン実行。これも解説してる。まあ、最初の初心者向けの内容で書籍で書いてるところですね。あと、最後に説明した DPA、デバッグプリントアレイも書籍で解説してますし、まあ、それ以外のイミディエートウィンドウでの変数の中身の確認手順とか、テクニックはいろいろ解説してます。あと、そうだ。今回の話の内容でちょっと説明が抜け寄ったんですけど、デバッグの方法で、この中でよくあるテクニックで、最近流行りは、まあ、そのコードをそのままチャット GPT に貼っつけるっていう、貼っつけてこういうエラーが起きてるんですよっていうの。もう一つの方法です。で、僕は VB は慣れてるんだで、やらないですけど、Python とか他の言語で書くときはよくやりますね。でも、VBA で、まあ、このツールを、いろんな処理を分割して、いろんな処理を実装しててやると、全体を見なきゃいけないってときは、それがなかなか通用しないですね。そのコードの中身とか、全部貼っつけて、一つのモジュール全部貼っつけてってなると、多分 VB、まだ AI も対応できない。やっぱ経験者、なかなか難しいんでね。なんで、まあ、しっかり自分の目で追う時代はまだ続くかなという。まあ、まだっていうふうな表現ですけど、そのうちそれも AI は対応するなというのは僕は見てますんで。うん。ところですね。リリュウさん、なんかコメントありますないかまあ、ウな。ォッチウィンドウは、まあ、うん。正直そんなに使う頻度は少ないですけど、うん。例えば、ローカルウィンドウっていうのはあくまでもプロシージャーの、そのローカル、スコープがローカルのそのプロシージャーの範囲なので、そうですね。例えば、モジュール全体で使うモジュール変数とか、うん。そういうのを定義していたら、それを表示させたいときに見るとか、あとコメン、チャットにもありましたけど、例えば変数がこの値になったらストップかけるとかいうのもできるし、まあ、うん。変数だけじゃなくて、セルアドレスを指定しておけば、そのセルにセルの値がこれになったら止めるみたいなこともできるんですよね。はいはいはい。そういう時に便利ですね。セットできるんですね。結構いろんなことできますよね、ウォッチウィンドウ。僕はあんまり使いこなしてない。使う頻度は正直少ないですけど、うん。使い方を知ってるといざという時は便利ですね。うん。これもなんか、誰か解説してほしいな。書籍にもあんま載ってないですよね、ウォッチウィンドウの使い方とかっていうの。あんま見たことがない。あの、モジュール変数とかうん。定義したりはあんましない？僕はあんまりやらない方でああ、そす。っかそっか。だけど、パブリックとか、うん。モジュール変数とか、そのスコープが広いやつは、広いですね。もちろんローカル変数に出ないので、うん。ローカルウィンドウに出ないので、それをウォッチウィンドウに登録しておいて、常に見たかったら、うん。ウォッチウィンドウに登録しておくとか、そういうとき、どこで、どこでなんかちょっかい出せれるかわかんない変数ですね。うんうん。で、どこでどういう値の変化が起きるか分かりづらいから、そういうふうなのがウォッチウィンドウが役に立つってところですね。まあ、特にエラーが起きたときに、エラーで止まったときに、それが、例えば例えばディクショナリーなんかをモジュール変数、モジュール、スコープをモジュールで定義していたら、そのプライベートで定義していたときに、ウォッチウィンドウに登録すれば、すぐローカルウィンドウと見るのと同じような感じで、ウォッチウィンドウで見れるとか、そういう感じですかね。はい。プライ、パブリックとか、スコープの広い変数が僕、あまり使わない理由は、可読性が下がるっていうのもあるんですけどね。そこら辺思ったりしないですか？うん、もちろんなるべく事故防止のためには、スコープは広げない方がいいので、そうです。むやみにプライベートとか、
パブリックはしない方がいいですけれども、ただ、えっと、そこ結構天秤が難しくて、うんじゃあ、毎回、例えば全部ローカル変数にするために、あの引数でオブジェクトを渡すかっていうのも面倒なときに、まあそんなに大規模なマクロじゃないのに、全部引数で渡すかっていうのも面倒だったりするから、プライベートで済ませるって時もありますね。うん。うん。引数で渡す必要がなくなるっていうのは一つのメリットなんですよね。まあ、総称してグローバル変数っていうふうに言いますけど、VBA の場合、プライベート変数とパブリック変数。引数、めんどくさくて僕の場合は引数で渡すようにしてますね。もう流れが追いやすい。まあ、これはちょっとまた、本では解説してないけど、なんかこれ、実際のものは具体例のコードがないと分かりづらいんで、今回説明このくらいにしときましょう。いろいろ、これはあるよね。僕も昔はグローバル変数を対応経験に基づいての話なんですけど、グローバル変数結構使ってて、めちゃくちゃ読みづらいコードを書いてたことがあったんで、それの経験に基づいて、スコープはもう最小限にする。まあ、スコープって言ってわかんない人っていますかね、ちなみに。ちょっと難しい単語が出たなと思うんですけど、まあ、ちょっと説明すると、まあ、その変数が使われる範囲。じゃあ、最後解説しとくかな。まあ、プライベート変数って言ってくれ。どっちでもこれ扱えるようになります。この変数が。どっちでも代入できる。で、ここで例えば埋めたら、ここで出てくる。両方で使える。だけど、まあ、こっちで定義してる、勉強用、まあ、1でします。定義してる変数 i に値入れようとしたら定義されていませんということで、これは使えない。こっちの方の定義してる dim で定義してるやつは、このプロシージャーの中でしか使えない。だけど、こっちの頭で宣言してるプライベート変数 PRIA っていうのは両方で使える。で、パブリック変数っていうのは、ちょっと別のモジュール作りますね。勉強用に。これ、別のモジュールから参照できるのが、これパブリック変数。で、これさっきのプライベート変数は、これは別のモジュールから参照ができないですね。一応、パブリックとプライベートの違いはこれです。まあ、ちゃんと表で説明したら、パブリック変数は一番広いスコープ。で、2番目に広いのが、プライベートで、これは一つのモジュール内だけしか使えない。で、その次が、ローカル変数だ。ローカル変数は、プロシージャー内でしか使えないところですね。あれですね、さっき、イキさんがあまりスコープの範囲が広いのは可読性がうん。悪いって言ってましたけど、まあ、それもあるかもしれませんが、まあ、本来は、あの、なんですかね、回収時の事故防止、防止というか、回収時の、なんだろう、他のモジュールとかへの影響を極力なくすためなんですよね。うんうんで、パブリック変数で全部使っちゃうと、例えばすごいプロシージャーの数が多かったり、マクロが長かったりすると、例えばその変数を使って値を上書きしないといけないような回収が後であった場合に、その値を回収でその変数の値を上書きすることによって、その結果他のモジュールとか他のプロシージャーとかに影響がないかっていうのを全部その変数を使っているところ全部調査しないといけないんですよ。影響がないか、うん。変数を上書きするような回収をしたときに、それによって悪影響が起きないかっていう
確認をしないといけないんですよ。それが非常に、あのー特に VBA とかの、なるべく、総数が比較的小さい、システムだったらいいんですけど、大きいシステムなんかね、例えばこう、基幹システム作ったりとかする場合は、もう、パブリック変数はもう、使わないとか、そういうルールがあったりとかすうるところもありん。ますね。関係するとこ全部見ていかなきゃいけないですもんね。そうです。なので、ローカル変数使ってれば、仮に上書きしたとしても、そのプロシージャー内だけ影響度合いを見るだけでするから、結構容易に変更しても、なんですかね、確認しやすいし、影響度合いも少ないんですよね。でも、パブリックとかやっちゃうと、全部のマクロを追って影響がないかなっていうのを、使ってる変数を全部確認しないといけないので、あの、慎重に回収しないといけなくなるんで、その分工数が増えるんですよ。なので、なるべく容易には使わない方がいい。絶対使わない方がいいってわけではないんですけど、容易には使わない方がいいっていうことですね。規模が大きくなるほど影響が出ますね。この辺のコーディングルールとかもまた次回かな。これ、話すの大変ですけどね、今の内容、リュウリュウさんがだいぶ分かりやすく話してくださったんですけど、これを具体例に基づいて話すとやったらいろいろ大変なんで、ここはちょっと悩みどころですが。うん。でね、まあ、今考えてるのは、ちょっと次回ここら辺をちょっと話そうかなと思ってたところなんですけど、多分、命名規則だけでも多分1時間超えますよ。規則は、また宗派があるからね。そうなんですよ。宗派があるし、こう文句言ってくる人いるから、文句は言わんでほしいんですけど、多様性って僕言うんですけど、まあ、ちゃんとルールとか、過去のいろんな経験に基づいて定められ、研ぎ澄まされた、磨かれたものではあるんで、僕の中では。まあ、そういうところを話すべきかとか、いろいろ優先順位考えてとかですね。ちょっとここでちょっと録画の方は止めましょう。